皆さんこんにちは。皆さん今日は何かいつもと違うの分かりますか？はい。なんと今日は僕立ってます。はい。体がですよ。座ってないで立ってるってことですよ。みんな何想像してんの？本当にもう茶番は置いといて。すいません、この動画2、3週間前には完成していたんですけど、ちょっとエプスタインの件でいろいろ調整をしていたので遅れちゃいました。今後また動きがあるかもしれないので皆さんお楽しみください。ちょっとね、いつも気合が足りないなと思って、ちょっと今日はね、気合をね、高めるために、上げるために立ってます。今日話すネタは本当に盛りだくさんなので皆さん覚悟してください。インターネットにはもう人間がいない説、公開された300万ページのエプスタイン資料から紐解く腐敗した世界の権力者ネットワークを紹介していきたいと思います。はい、とうとうこのエプスタイン全貌いっちゃいたいと思います。ということは皆さん、お食事中は注意です。そういう話が出てくるので、みんななんか最近感覚的に変な感じしないですかね。なんかあまりにも時間が早すぎるっていうか、時代が加速してるっていうか、情報過多になりすぎてるっていうか、なんかその時間が早くなるっていう意味が全く分かんないかもしれないけど、でもなんとなくその感覚的にみんな感じてませんが、僕すごい最近あって、なんかもう目まぐるしく変化していくから、そこについていくのがやっとな気がして、でもね、その感覚もしかして狂ってないかもしれない。いやマジで人類の時代は終わりました。みんな X とかインスタ漁っててさ、 AI コンテンツが溢れ返ってすぎてて嫌になってないですか？例えば動物を助ける美談 AI すごいねって最終的になんかもういかにも AI なシーンが出てくるんだけどさ、この有名人のねアホな動画、この事故の衝撃映像とかもとんでもないのがあるじゃん。AI グラビアとかね、8割ぐらいの人は騙されるでしょ、ぶっちゃけ。これで皆さんどうせオナニーしてるでしょ。知りながらもオナニーしてるやつもいると思うけど、いや生成 AI はまだいいとして、ただね、ネットがガチで終わったかもしれないと思った瞬間が、そのリプランの8割も AI なんよ。 AI が投稿して AI が反応して、それを観察する人間っていうすごい悲しい構図が今なんか出来上がってて、なんなら生身の人間もそのインプ稼ぎに AI のコピペみたいな投稿し始めてるじゃん、みんな。もうそれももうなんか世紀末みたいな状態で、ただね、この状態を予言してた人がいるんですよ。それが Dead Internet Theory。 2016年アゴラマッキントッシュカフェっていうねフォーラムに、インターネットは死んだというテーマで投稿されて、内容は政府が AI を使って嘘の情報を流して心理操作をしているというものだったんです。2016年、当時は陰謀論だったんだけど、そっから10年経って蓋を開けてみたら現実となりました。2016年の調査でオンライン上のやり取りの 51.8% はボットだと分かりました。2025年には 99% のコンテンツが AI 生成になると書かれています。とうとうここまで来たのかと。それで話題になったのがモルトブック。1月28日に開始されたこのサイトは AI 専用の SNS なんですけど、人間はね、ただ観察するだけ。開始直後から爆発的に AI エンジェントが増えていって、人間っぽい投稿するんだけど、それが過熱して、なんと宗教を作り出す AI が出てきたりして、しかも信者もちゃんといるんよ。王様が現れたり、飼い主の人間を売る方法を語り出したり、ただオチがあって、これね AI 同士の語りかと思いきや、実はその AI を真似てる人間も投稿してたんですよ、中には。なので人間がなんか話題作りでさ、その AI が人間を滅ぼすみたいなことをしちゃって、もう結局その成り立たなかったんですけど、ただ AI がそういったことをしだすのはもう本当に時間の問題。ただこの時間の感覚がおかしくなってるって僕が冒頭に言ったのはあり得るかもしれない話で、皆さんこの言葉聞いたことあります？ブレインロット、脳の腐敗。72人の学生にスワイプ式のショート動画と本を読むグループに分けたら、なんとスワイプ式のショート動画を見た層の論理的思考が低下することが分かったんです。不思議なのが、ただ動画を見ているグループは落ちないのに、スワイプとか、いわゆる TikTok とかリールとかショートを見ている動作があると低下するんで、っていうことはみんな直木マンションだけ見といてください。溢れ返ったこの情報過多の社会をもうギュッとまとめて皆さんに提供するので、直木マンの案件でした。今まで本題に入りますけど、皆さん今日は語ることが多いですよ。まず言いたいこと、国民舐めちゃいかんよ。人類舐めちゃいかんよ。陰謀論舐めちゃいかんよ。いや中にはアホなものもあるけど、急にね現実化した時だけ強気になる陰謀論。いやでも今が時ですよ。世界をひっくり返すタイミングが来ましたよ。世界がやばいエリートたちに支配されているという陰謀論は、案の定陰謀論ではなく事実でした。分かってはいました。もう分かってたよ、そんなこと。みんなもなんとなく感じてたでしょ。ただその証拠が出てきたじゃないですか、今回。では今日は公開されたエプスタインの300万ページの資料、もうX とか YouTube でいろんなところで見てるかもしれないですけど、改めてね、ここですごく面白く綺麗にまとめて皆さんに共有したいと思うので、最後までお付き合いください。一応エプスタインのことを知らない人のために、彼は大富豪でありながら世界のエリートとのコネクションがあり、リトルセントジェームズと通称エプスタイン島にセレブを連れて行き、若い子供たちにわいせつな行為をさせていたことで逮捕され、不自然にも2019年に牢獄で
した人物です。そんな彼のメールのやり取りから購入履歴、被害者の声など300万ページが公開されたんです。彼はあまりにも多くの財界人と繋がっていたので、この巨大なネットワークを形成していたんです。まず最初に出てきた人物、イーロン。世界一のお金持ちもエプスタイン島には目がないか。以前から彼はエプスタイン島に誘われていたけど行かなかったとおっしゃっていました。しかし今回はメールのやり取りではパーティーの予定はないかとか、一番ワイルドなパーティーはいつだとエプスタインにイーロンから送っていたのが出てきちゃったんですね。これが本当だったらイーロンならぬエーロンなんですけど、分かったことは嫁も連れてっていいみたいなことも返事してて、最終的には彼が断っていったという流れになっているので、ギリイーロンギリセーフ、イーロンギリセーフ。ビル・クリントン。今回の資料が一番多いのがビル・クリントン。前アメリカ大統領ですよ。そんな方が女性とプールで泳いでいたり、別にそれはいいんだけどね、その写真が公開されてんだけど、膝の上に載せてたり、これもわかんない、関係値が分かれば大丈夫かもしれないけど、一旦アウト。エプスタイン島には何回も行っているんです、この方。2月26日と27日にクリントン夫妻が語ったことは何も悪いことはしてないし、何も見ていないとのことでした。ビル・ゲイツ、皆さんお待ちかね。この方怪しい疑惑が絶えないんです。まずビルはエプスタインにロシア人との性行為で性病にかかったから、彼自身と元妻のメリンダにバレない投与するための抗生物質を手に入れられないかっていうメールを送っていました。さらにアップデートがあります。ビル・ゲイツはロシア人とやったことで不倫を認めました。かなり惨めなメールの内容なんだけど、そのことについてはね、もうビル・ゲイツ2日後ぐらいにね、もうすぐインタビューで答えて、これはエプスタインが自身に送ったものだ、僕は関係ない、もう彼と関わったことは本当に後悔してるよみたいな。誰も解釈できないの、この意味が。ただね、これだけならまだいいんですよ、ただの変態で。問題はそっから出てきた大きな世界的な問題なんです。なんと彼は例のパンデミックに関わっていたのかもしれないです。その一部始終が流出しました。2017年にビル・ゲイツのシンクタンクと誰かがメールの連絡をしていて、そこでの内容にパンデミック対策のシミュレーション計画を議論していたようなやり取りがあったんです。その内容は大規模な感染症シナリオのモデル作成やグローバルな健康データ収集、インフラの拡大についてで、さらには国家安全保障に役立つ神経技術の研究推進やワクチン開発の加速についても触れられていたんです。それだけでなく遡ること2011年8月、エプスタインがメリー・エローズ JP モルガンの資産運用のトップにメールで超巨大な寄付、投資一体型の慈善ファンドを立ち上げる構想について話してて、将来的にはオフショア部門が必要、特にワクチン部門において。そして2017年5月のやり取りでは、危機を前提に資金の流れをどう再設計するかという会話があって、ビル・ゲイツは2015年にテッドで次の第3次は核ではなく感染症と有名なスピーチまでしちゃったので、簡単に要約すると、パンデミックが何年も前から来ることを想定して、そこに巨額な投資をしていたと。これはだからね、ある意味ビジネスがめちゃくちゃうまいっちゃそれだけの話なんだけど、ただ彼らレベルになるとそれだけの話じゃ済まないですよねっていうのが今回の話。やはりこの世界はエリートたちのシナリオに沿って動いているのか、そのことについては実は後半分かってきます。こっからはちょっとグロくて本当残酷な話になってくるので、そういったセンシティブな話が苦手な方は注意してください。エプスタインといえばやっぱね、若い子たちを集めて、その性的なことであり、虐待的なことであり、そっからね、そのいわゆる都市伝説業界で有名な言葉、アドレノクロムといって、そういった子供たちを悲惨なことをすることによって、そういった物質が出て、それを摂取することで若返るっていうか、ある種ドラッグですね、覚醒するようなことがあるっていう都市伝説がありました。結論から言っちゃうと、これをしていたのかどうかはもちろんわかんないし、まだ都市伝説なんですけど、もしかしてそこに繋がるかもしれない証拠というか、不思議なやりとりが今回のメールから結構出てきたんですよ。その一つが、ジャーキー。メールのやりとりでジャーキーという言葉がちょくちょく出てくるんです。ジャーキーといえば皆さんおなじみのビーフジャーキーってあるじゃないですか。ただ、そのままの使い方ではなく、ジャーキーの件ちょっと共有。エプスタインはそろそろ普通の食事に戻すって言ってたから、ジャーキーは前より食べなくなるかも。ただ次の出張用に地下の冷凍庫に6袋ストックしてある。それで十分足りると思う。ビーフジャーキー6袋。冷凍庫硬くなるでしょ。フランセスが明日レストランの新しいジャーキーレシピも味見用に持ってきてくれるよ。今はカンニバルというレストランで働いてるみたい。肋骨すぎる。フランシスに連絡してまたジャーキー作ってもらうつもり。ラボに送るのに6から8オンス必要だから、ラボへの送付情報はフランシスに直接共有しておくね。もう嫌な予感はみんなしてると思うんだけど、そう、要はこのジャーキーっていうこの言葉は、隠語で、本当のこのジャーキーが意味することは人肉じゃないかと言われているんです。いや、
さすがによしてくれよっていうね。もちろん結論づいてるわけじゃなく、ただの陰謀論推測ではあるのでわかんないんですけど、しかもそれにつながる怪しいやり取りももう一個あって、250リリトルの硫酸を注文してる記録も出てきたんです。映画とかではあるじゃないですか。ブレイキングバッドとかもあったっけ？いわゆるね、硫酸をね、人間の遺体とかにかけて、浸して、溶かして、証拠隠滅みたいなことって。あれは、完璧に解けるわけじゃないけど、ただ、手法としてね、利用する人もいるよねっていう話はある。ただ、エプスタイン、科学的な研究者とかそういった人も周りにいたので、別の用途あったかもしれないけど、連想しちゃうよねっていう話。ただ、殺人に関して言うと、いろいろ出てきたんです。その疑惑も。エプスタインは、アオズケっていう人に、ウィキペディアにハッキングして、自分のプロフィールの性犯罪者っていう部分を編集して、起業家のみにしてくれと頼んでいたんですね。あと、Google でエプスタインと検索して、犯罪の記事が上位に出ないようにも対策を依頼していたんです。エプスタインバカか。お前さすがに無理だろ。エプスタインって言葉イコール性犯罪みたいなことがもう根付いてるぐらい検索動向の話じゃないですからね。何してるんですか、あなた。ちなみにアルセケル、ハッキングした人物、2015年に崖の下で亡くなっているのが発見されました。えぐいでしょ。こういったことが当たり前に出てきますからね。続いては20年間行方不明になっていた未解決事件、Netflix のドキュメンタリーにもなっていたある事件に絡んでいたかもしれないという疑惑。2007年5月3日にポルトガルのリゾート地でイギリスの3歳マデリンちゃんが両親が近くのレストランで食事をしている間に行方不明になってしまったんです。両親が30分ごとに宿泊していたアパートに様子を見に行くっていうちょっと謎ムーブを当時しちゃって、両親が疑われたんですけど、最終的にその現場近くにいたクリスチャン・ブリュックナーという人物が容疑にかけられたのにもかかわらず、決定的な証拠が出なくて未だ未解決なんですけど、なぜこれがエプスタインと関係があるのか。なんと今回のエプスタインファイルにそのマデリンちゃんの言葉が出てくるんです。それはマデリンによく似た女の子を目撃したというメールで、マデリンはなんとね、ギレーヌ・マックスウェル、エプスタインの愛人ですねとよく似た女性と一緒にいたという趣旨の内容なんです。それ以上でもそれ以下でもない内容なんですけれど、こっからがちょっと気持ち悪い部分なんですけど、その2009年に事件のね、現場付近にいたとされる人物たちの似顔絵が公開されて、そこの似顔絵の一つにこちらご覧ください。なんと当時のエプスタインのその愛人とされてたギレールにそっくりだっていう人物が出てきているんで、そこからこの行方不明事件にも絡んでるんじゃないかと騒がれたんです。確かにもう激似を通り越してもほぼ同一人物なんだよね、この写真だけで見ると。ただ警察はこれは調査するほどの証拠ではないとして、ただこのエプスタインはあまりにもいろんな世界ネットワークにつながったから、こういったこともあり得るんじゃないかとネットの人たちはみんな推測しているんです。しかもエプスタインが数千件の子供たちとそういったね、人身売買で関わっていたのは事実として分かっているので、ただね、この決定的な証拠ってやっぱみんな出てこないじゃん、今回のエプスタインファイル。300万件公開されたうち実際600万件あるって言われてるので、残りのその半分にあるんじゃないっていう、もちろんそれはあるんですけど、ただとはいえ決定的な証拠は出てこない。なんでかというと、この Gmail のやり取りではそういったやばい話はしてないんです。隠語を使われてるけど、実際のやばい話はシグナルでされてたんです。シグナルは通信記録が暗号化されて、運営もね、中身も覗くことができないセキュリティの高いアプリで、政府や怪しい会話をする人がやり取りするアプリなんですね。僕もやったことがあって、何人がね、そういうすげえ怪しい人とやり取りするときはこれシグナル使うんだけど、実際はね、データセンターがあって絶対誰かが監視してるだろうと思うんだけど、このメールのやり取りからも分かるように、エプスタインは何人かにこのシグナルを誘導しているので、おそらくそこでされてたんですよね。ただ今回600万件のうち300万半分しか公開されてない。しかもほとんどは何か黒塗りされてるし、それが今世界ではとてつもなく叩かれていて、例えば一つの例を言うと、黒塗りされた理由はプライバシーを守るという理由からだったんですけど、どこにいる？大丈夫？拷問動画好きだったっていうメールを送っている相手の名前が伏せられていたり、しかもその黒塗りの箇所をね、議員たちがね、要求すれば公開されるっていう今回新しいシステムが導入されて、そこで結局黒塗りされてたのが加害者疑惑が出ていたビクトリア・シーゲルトの CEO レスリー・ウェクスナーとかもあったので、あなたたちやっちゃってますよねっていう、結局そういうことで、今回大物人物といえばドバイの大富豪が辞任、ゴールドマン・サックスの最高法務責任者も辞任、ハイアット会長も辞任、世界経済フォーラムの総裁が辞任、そして最新のアップデートではトランプが13歳の少女に性的虐待をしたというのが出ています。イラン攻撃でエプスタイン関連のニュースから逃れようとしていたトランプ、もしこれが本当だったら彼のポジションは絶望的になりますよね。嘘だったら民主党側の戦略になります。世界の粛清が始まっています。これちょっとあんま考えたくないんだけどさ、この日本ももしかしてこの子供たちのこの件に絡んでいたこととかあったんじゃないのって過去を遡ることあったでしょ、みんな。ベイビーライフ事件。2009年頃に民間の養子縁組団体で活動し始めて、累計300
300件の養子縁組の仲介を行って、1件あたり270万円の手数料で、2012年から2018年の間に5億円以上受け取ったとされているんです。問題はここからで、その300件のうち半分ぐらいが海外の養子だったらしいんですよ。海外にその子供たちをっていう。もちろんまともな事業だったら問題ないんだけど、2018年に特別養子縁組斡旋法が施行されて、これによって簡単に言うと、その国内で優先的に養子縁組をお願いしますってことだったんですね。そういった法もあったことで、このベビーライフはね、存続が難しくなって結局事業が終わったんですけど、なんと彼らのデータ、その養子縁組のデータは紛失してしまったと言うんですよ。全部データが消えてしまったと。なので結局そのデータは東京都に引き継がれなかったっていう事件があって、実際にこのエプスタインファイルでその東南アジアとかそういったね養子縁組が結局その人身売買で言ってたみたいなケースはどうやらあったそうなので、あまり考えたくないけど、本当にもしかしたらこの日本もねそういった形でかかっていたかもしれないと思う。もう胸くそですよね。こんなグロくて性的なやばいイメージはみんなエプスタインにあると思いますけど、これだけでは終わらないんです。エプスタインってある意味こういった褒めてるわけじゃ全くないんですけども、明らかやばいやつなので、悪の根源みたいなやつなので、ただ全てのこの業界にね張り巡らせてるんですよ、ネットワークを。 DARPA アメリカの高等研究機関が一個人の人生を全て監視するという計画をしようとしていたけど、猛反発食らって中止して、その同じ日にできたのが Facebook って、これ前回の動画なんだけど前哨となる感じで、ぜひねそれ見てない人は一回見てきてほしいんだけど、今回の話にはもう本当に繋がるんですよ。これが Facebook がマーク・ザッカーバーグによって誕生しましたけど、そこに大きく出資してたのがピーター・ティールですよ。エンジェル投資家でペーパル、Facebook、NVIDIA、OpenAI など、設立当初から出資してる天才。今のこのチャット GPT とか OpenAI、これ2015年から彼らやってるからね、投資して。もうめちゃくちゃ未来見えてる人なんよ。そんな彼がなぜハーバードのポットでの学生に出資したのか、その答えは2003年に立ち上げたパランティアに必要なデータを集める必要があったから。パランティアとは911直後にできた膨大な情報を分析して、それをもとに答えを導き出す人間の脳のような組織で、今ではビッグデータ×AI× 軍事で最強の監視システムになってるんですけど、立ち上げ当時脳にはまず情報が必要ですよね。そのために Facebook を利用して一人一人個人からの情報を集める必要があったんです。 Instagram、Spotify、PayPal、ティールの援助があったからこそ今生き残ってるっても過言でもない。ミクシー、もしティールのね支援があったら今でも生き残ったかもしれない。先ほど話したビル・ゲイツ、ワクチンにとてつもない出資しますよみたいな感じで、要は彼らが出資したからこそ生き残っているっていう言い方もできるんですよ。なのでそういった意味でも今存続している企業とか世界の流れが向かっている先っていうのは、ある意味彼らがその道を作っている。話を戻すと、なぜエプスタインがこの話に関係してくるのか。2002年にコモンセンスシンポジウムという AI に機械的ではなく人間の常識を持たせるための会議が開かれたんですけど、出席していたのは AI 研究のパイオニアとも言われているマーヴィン・ミンスキーなど、当時最も AI 分野で影響力のあった方々。そこに出資していたのはエプスタイン。もうこの人すごいんすよ。どういうことっていう、人身売買で島を運営しながらこっちの業界の中心人物たちもネットワークを張り巡らせていたんです。要は金持ちがそのアートとかを集めるって言いますけど、エプスタインはその感覚で研究者たちを周りに集めていたと言われています。その後エプスタインはこの AI を完成させるためにハーバード大学と MIT に出資しまくります。合計うん十億円出資するんですけど、要はその大学たちもね、彼がやばい人物だとは分かっていたんですよ。分かっていたので、その彼から出資されたっていうのを分かんないように名前を変えていたりして、なので実質彼はボルデモートなんて言われていたりもするそうです。あいつの名前出しちゃダメだよって。なんでって。いや、あいつペドフィリアだからって。もうエグすぎでしょ。もう一つ、逆ダーウィンの進化論っていう、技術が進めば進むほど人間の能力が退化すると考えていたので、遺伝子操作の優生学にも力を入れていたんですね。それもあってか、ニューメキシコ州にあるゾロ牧場っていうのがあるんですよ。この広大な大地。エプスタインはここで20人の女性を同時に妊娠させることも計画していたんです。彼そういった分野にも実はめちゃくちゃ力を入れようとしてて、簡単に言うと不死身になりたかったっていうか、その人間体そのものを進化させましょうっていうところもあったんですよ。分野としてはめちゃくちゃ面白いし興味深いことではあるんだけど、それで20人の女性を同時に妊娠させても全く意味が分かんない、とんでもない発想もあったんです。こちらはエプスタインが自身のメールへ送った2015年の写真でも分かるように、イーロン・マスク、MIT 所長だった伊藤浄一、リンクエッドのリード・ホフマン、マーク・ザッカーバーグ、まさにシリコンバレーのテックエリートたちですよ。今の世界を作ってるやつら、彼らの中心にいたのはエプスタイン。その数年後、僕たちは AI に埋め尽くされた SNS で傍観者と
して生きています。なんて不思議な展開でしょうね。ここからはちょっととんでも都市伝説話しますけど、そもそも彼が牢獄でね、自害したっていうのはさすがにないでしょうってことじゃないですか。となると二択なんですよ。彼はまだ生きている。で、もう一つは彼は誰かに殺された。さすがにこの生きてるってやつに関しては、AI 生成でね、ネットでいろいろ出回ってるから、ちょっと判断できないから置いておいて、誰かに殺されたってやつ。これに関して今回新しい資料が出てきました。前回も話したように、監視カメラ映像はほとんど機能していなかった。15分間隔で来る係も機能してなかった。そして今回、エプスタインの独房にあったメモが公開されたんです。こちら、やばい情報書かれてんだよね。これもう見ての通り読めねえんだよ。字が汚すぎる。ありがたいことに行動心理学者のドクター G が分析した結果、国際指名手配、行方不明、アメリカ、ギャングスター、強盗、誘拐、出国税、いろいろそれ以外にも書かれているんだけど、彼どうやらね、これね、脱獄っていうか、どっからアメリカを逃げ出して、どの国に行こうが、ナイジェリア書いてあるわけよ。おそらくね、本当に逃げ出そうとしたんですよ。確かこれ逮捕されてから2週間後とかに、亡くなっているので、そのスパンも短いじゃないですか。どうやらね、もう間違いなく計画をしていた中、やられたんですよね。ではまとめると、エプスタインは何者だったのか。公式的には金融ブローカーですが、イスラエルとの深い関係が囁かれ、諜報機関モサドのエージェントの顔を持っていた。単なる投資家ではなく、世界中の権力者に近づき、ハニートラップで決定的な弱みを握り、政治家、王族、学者、テックエリート、数え出したらキリがないです。彼のプライベートジェットに乗った人たちは甘い蜜を目指した人もいれば、純粋にお金とコネを求めた人もいるでしょう。そして現代突入しつつある AI、遺伝子研究、先端テクノロジーへの投資は単なる金儲けではなく、選ばれし者だけの未来社会を設計することでした。後にも先にもこんなにも世界を巻き込みかき乱した男はいないでしょう。そしてそれは死後もなお続いています。果たして今後全貌が明らかになることはあるのか、今後も新たな展開を望みましょう。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。